はい、どうもこんにちは、マーブラックです。本日はいよいよ完成したこちらのタダでもらったワゴン RWRDI MH21S のレストアがね、完了しましたので、何が悪くて何を直したのか、そしてどんな感じになったのかね、調子がいいというのもご紹介したいので、今回はですね、初の走行動画などもご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。またね、最後にこちらの方、販売の紹介もいたしますので、このワゴン R の購入を検討している方は、最後の方もご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーションということで早速紹介していきたいと思うんですけれども、まずはですね、外装の方から紹介していきたいと思います。まずは外装ですね。こちらのボンネットなんですけれども、実はですね、こちら直塗装のような感じでザラザラなボンネットだったんですね。そちらをですね、マブラが耐水ペーパー2500番で削って、その後ですね、コンパウンドで研磨してテラテラな状態にさせました。またね、ボディの方なんかも全体的にポリッシャーをかけてですね、磨きまして、Z70 のホワイトが活かされるような感じで、綺麗な感じに仕上がってます。そして次は、ライトのレンズとかになります。こちらね、レンズ類に関しましては、マーブラックの代名詞ともなる、マーブラックブルーアイズを施しました。純正のレンズと比べるとね、ギラギラ感が抑えられてる感じでですね、少しスモークがかかっているような状態になります。もちろん、フォグランプも同様となってます。こちらですね、純正のフォグランプも隣に並べておきますので、どれぐらい色味が違うのかというのを比べていただければと思います。光の加減なんかでね、異なってしまうんですけども、こちら今日陰の状態で映している状態です。かなり締まった感じになりますので、引きで見てもなかなか普通のワゴン R とは違うような感じになっております。わかる方にはわかります。そしてヘッドライトはね、純正の HID なんですけれども、スモールバルブは元から内蔵されていました LED のバルブとなっております。ウインカーも純正となってます。そしてフォグランプはですね、やはり視認性を上げたいがために、マブラがですね、ヤフオクの方で何万ルーメンかかなり明るかったフォグランプがあてがわれてます。そしてサイドはですね、こちらのサイドマーカーの部分もマーブラックブルーアイズを施して、こちらはちょっと濃いめのスモークをかけている状態になってます。それと同様にこちらは MH21S なので、ドアミラーウインカーが本来であればついてないんですけれども、これはですね、マーブラが後から MH22S のドアミラーウインカーをですね、取り付けました。そして同様にレンズの部分をマーブラックブルーアイズを施して、このカバーもね、Z70 に新たに塗り直して仕上げました。そして気づいた方だったらわかると思うんですけども、こちらですね、いただいた状態の純正ホイール入ってたんですけども、そちらがタイヤの溝があまりなかったので、こちらの方がね、タイヤの溝がありましたので、ホイールを履き替えました。そして、今ね、洗車した後なんで、ローター錆びてるんですけども、こちらの部分とか、ここの部分とか、ブレーキローターをですね、塗装しております。同様にキャリパーの方もブラックに塗ってあります。ディクセルのね、パッドが入っているようです。もちろん後ろのドラムカバーの方もブラックに塗装してありますんでね、統一感があるブレーキ周りとなっております。そしてリアビューなんですけれども、DI なので DI 専用のバンパーが付いておりまして、テールレンズもブラックブルーアイズを施して青みがかったテールレンズとなっております。なかなか活かしてるでしょ。ギンギラギンじゃなくて、さりげなくのスモークとなっております。日陰側で見ると、このような感じに映っております。ボディもテラテラです。ルーフの塗装具合はね、Z70 なので、非常に振り上げもなく、綺麗な状態となっております。よくね、ここら辺なんかが剥げてくるんですけれども、こちらの車両はそういうのもなく、存在しない状態となっております。さあ、それでは続いてエンジンルームを見てみましょう。それではエンジンルームなんですが、こちらの車両のエンジンルームはね、散々苦労させられました。まず第一にね、やはりエンジンオイルの漏れが一番ひどかったんじゃないかなと思います。今はね、
ご覧の通り横の部分もオイル漏れなどが一切ない状態で綺麗な状態になってます。これね、動画見てくれた人だったら本当にわかると思うんですけども、ギットギトだったんです。こちらのね、今エアクリーナーで見えないんですけども、エアクリーナーのね、下の部分のインテークマニホールドのところなんかもギットギトだったんですけども、本当に綺麗になりました。ここの部分なんかもね、ギトギトだったんですけど、まあ見事にワイヤーブラシとパーツクリーナーで綺麗に磨いて油っ気がなくなりました。同様にですね、エンジンルームの方も高圧洗浄機などで洗ったので、ホコリとかそこら辺の一通りのものは全て除去したような感じになっております。マーブラはですね、よく樹脂に塗るツヤ出し剤とかあるんですけども、そちらをつけるとですね、やはりホコリがつきやすかったりとか、ベタつき感が出てしまいますので、マーブラはそこはあえて塗っておりません。ピラーキャップをね、外した中なんかも見てみましょう。こちらがですね、覗ける範囲でなんですけれども、これでも一応19万キロ走ったエンジンです。下手な K6A エンジンのオイル管理を怠っていないエンジンよりもよっぽど綺麗だと思います。この間ね、タペットガスケットカバーやクランクシールガスケットを交換した後にエンジンオイルの交換などもしてますので、非常に綺麗な状態となっております。こちらのね、内部もかなり綺麗な状態です。レベルゲージの方でエンジンオイルを見てみると、このような感じで、やはり交換したばかりなので、交換したてと同様のエンジンオイルの透明具合となっております。そしてね、タペットガスケットカバーももちろんなんですけども、ここではちょっと見えないんですけども、ここにあるね、フランクプーリーの中にあるフランクベアリングシールがね、摩耗していたので、ここから多大なるエンジンオイルが漏れていました。それによってね、ポタ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 されてたんですけども、現在は全く漏れておりません。100km ハード走行テストも行ったんですけれども、油圧をかけても漏れないような状況になりました。そしてね、ATF の方も19万キロ走っていましたので、お店とかだとね、やりたがらないんですけども、マーブラは躊躇なく ATF のフルード交換とストレーナー洗浄をやりました。これでね、ATF のシフトショックなども低減されて、同様にトルク感がね、何より上がったかなと思います。下回りもね、こんな感じで非常に綺麗な状態を維持しております。19万キロ走ってるとは思いません。そして足回りに関しましては、どこぞのわからない車庫帳がついていてですね、バネが遊びでついておりまして、もう抜けきってましたので、ダウンサスを組むと同時に、ストラットマウントのブッシュも新品に交換しました。それによってね、乗り心地もかなり改善された状態となっております。さらにはよく壊れる ISCV なども新品にね、交換しております。そして今ね、中の方は見えないんですけども、スパークプラグを新品に交換したのと同様に、イグニッションコイルを中古で程度のいいものに交換してあります。さらにはこちらはリコールでね、対応してもらったんですが、触媒もね、排気漏れがしてましたので、触媒も新品に交換して、同様に一緒についてる O2 センサーも新品に交換してあります。そして足回りも車高がね、変わりましたので、念のために頭調整もね、整えてありますので、まっすぐ走るような状態に仕上げてあります。それでは車内の方を見てみましょう。さあ、車内に関しまして大々的なところは、やはりルーフとアッパー部分のパネルの塗装です。はい、こちらがルーフとなっております。すべて黒に塗りました。まあ正直ね、一部の視聴者さんがね、よくマーブラのことをバカにしてる素人なので、あらはあると思います。なんかしらね。ただ、以前ね、ご覧になった方はわかると思いますが、あれだけヤニだらけのルーフだったのが、見事に黒で覆い尽くしております。後ろの部分なんかももちろん、シートベルトのホルダーの部分も含めて黒にですね、統一されて塗られております。ちょうどですね、シートが黒ベースになっておりますので、非常に統一感があるような感じで、マーブラはですね、これ大好きですね。サイドもね、このような感じでブラックに塗られております。ボディが白なだけにね、中が真っ黒なので、非常にまとまった感っていうのかな、そういうのがありますね。車両情報に関しましては、パナソニックのね、ナビゲーションが古いんですけども、ついておりまして、マーブラこれでですね、
道志道とか行くときにナビゲーション使いましたが、全然普通に使えます。それと同様に前のオーナーさんが好みの音楽が入っておりましたので、それを聴きながらですね、ドライブしておりました。そしてエアコンの方もオートエアコンでちゃんと普通に問題なく使用できております。エアコンもキンキンに効きます。モニターの方もね、何ら問題なく普通に作動します。オートランプのね、オートの部分が点滅するようなこともございませんので、ご安心いただければと思います。メーターの方もね、このようになっておりまして、やはりこの車の一番の難点は、こちらの走行距離です。現在ですね、18万9878キロということで、皆さん大好きな走行距離。これからするとですね、どうしても走行距離ばかり気にする人なんかは、なんだこんな走ってんじゃないかと思いがちなんですけども、アルトラパンの HE21S なんか乗ってる方なんかだったらよくわかると思うんですけども、この方のK6エンジンってものすごいんですよね、耐久性が。それなので、20万キロも余裕で走ると思います。現にね、視聴者さんのワゴン R でも24万キロ突破とか30万キロ突破とか、そういう方も多々いらっしゃいますので、まだまだこちらの車両も走ると思います。何より、マーブラ相当ね、お金かけてメンテナンスしましたので、かなりまだまだ走れます。あとは ETC も装着されていますので、高速道路もね、問題なく乗れるような状態となっております。それではいよいよ、このワゴン R WRDI のね、加速具合とか、そちらをですね、ご覧いただければと思います。さあ、それでは実際に走行してみたいと思います。乗り心地はですね、非常に柔らかいって言っていいのかな。ノーマル車と変わらないぐらいの乗り心地です。ただこちらの車両はダウンサスがついておりますので、ローダウンが純正からするとどれぐらいなんだろうな、5センチぐらい落ちてるのかな。それぐらい車高がダウンしているような状態となっております。ご覧の通り、まっすぐ走ってくれてます。加速感もですね、非常にいいです。はっきり言って、やはり直噴エンジンは可変バルブタイミングが一緒についてますので、低速からのトルク感がですね、M ターボと比になりません。正直、乗り慣れれば乗り慣れるほど M ターボがですね、遅く感じちゃいます。今回のマーブラがですね、次のワゴン R を探しているのに対して、M ターボはですね、買わないようにしようと思います。運が良ければ DI かですね、S ターボのどちらかになると思うんですけれども、個人的には S ターボが好きなんですけども、S ターボは前期型しかないもので、まず見つからないと思います。それなので DI か、やはり DI もね、少なくはなってきてるんですけども、S ターボほどではないので、DI は前期も後期も存在しますので、それなので、結果的には DI になるのかもしれないですね。さあ、それではですね、このワゴン R の特設コースにて、ワゴン R の0キロから80キロまでの加速具合をですね、メーターの方でご覧いただければと思います。この車がいかに元気かっていうのをご覧いただければと思います。皆さんのワゴン R とね、0から80キロまでのメーターの上がり具合というのを見比べてみていただければ、どれだけこの車が元気なのかというのがある程度伝わるかなと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。いきます。はい、という感じで、こちらのワゴン R な元気な具合っていうのがね、少しながらご覧いただけたかなと思います。正直、M ターボと比べるとやっぱもう全然比にならないんですよね。それで、この加速感なんですけども、これ実はノーマルブーストです。なので、おそらく M ターボとか同様の 0.5 キロのブーストとなってます。それでもこんだけの加速感があるんですね。なので、これをこれからね、マーブラが行う神奈川公道ワインディングプロジェクト、こちらをですね、やった時に持ち込まれちゃうと正直厳しいかなと思います。マーブラの動画でちょこちょこ出てくる高橋さんのね、赤いワゴン R がこの DI と全く同じ車両でブーストアップしている車両なので、非常に速いんですね。乗ったこともあるんですけども。それなので、
これを相手にマーブラが戦っていくっていうのもなかなか大変かなと思います。ぜひね、そんな奴らにも負けねえよという腕自慢の方はですね、神奈川公道ワインディングプロジェクトの方に参加表明していただければと思いますので、ぜひお待ちしております。また、こちらの車両の話に戻りまして、こんな感じでマーブラ頑張ってレストアしてみました。非常に元気な状態になったんじゃないかなと思います。こちらをですね、今回で動画も最後となりましたので、レスターも完了したということで、この動画が最後となります。こちらの車両をですね、マーブラ販売したいと思います。正直、タダでもらったんですけれども、直した総費用は40万円かかりました。それですけども、なんとかね、正直本当だったらもっともっと手間をかけてお金をかけて直したかったんですけども、やはり日本人の方はですね、走行距離が低い車両が大好きというのは私も分かっておりますので、それなので正直40万以上の修理をして、それで40万円で仮にね売ったとしても、いくら元気だといえどもね、誰も買わないっていうのはマーブラも分かっております。なので正直今回もう赤字販売ですいつもの通りの安定の赤字販売でございます。こちらですね、今回はもう値段を公表しちゃおうかなと思います。こちらの車両は25万円、こちらで販売しようと思っております。このね、レストアされたワゴン R で先ほど言ったね、神奈川公道ワインディングプロジェクト、そちらに参加していただいてね、マーブラをねじ伏せてやるという方でも構いませんし、またですね、ドレスアップのベース車両としていただいても十分快適に乗れますので、そこからカスタムをしていただくと。またですね、MH21S でありがちなトラブルはね、一通りマーブラ直しさ次第となっておりますので、カスタムにね、ドレスアップの方にお金をかけていただいて、長く乗っていただくということも全然可能ですので、こちら25万円で販売しておりますので、ぜひね、欲しいなという方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。詳しくはこちらの動画の概要欄をご覧いただくと、マーブラにね、メッセージを送る方法がいくつもありますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。それではいよいよこちらのワゴン RRRDI MH21S タダでもらった白ワゴン R が完成しました。ぜひですね、こちらのね、シリーズ動画まだ全部見ていないという方は、ぜひ最初の方からご覧いただければと思います。何をやったかというのがよくわかります。それと同時にですね、こちらの車両のシリーズの動画をね、最初から最後まで見ていただいた視聴者さんには感謝御礼申し上げます。ということでですね、最後までこちらの動画もご視聴いただいて誠にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったら高評価、また他のシリーズが見たいなという方は再生リストからとかね、ご覧いただいて見逃さないようにチャンネル登録をしていただければと思います。ということで、こちらの白のワゴン R 最後となります。また新たなマーブラのね、次のメインカーとなる車両からね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひまたご視聴いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。君と一緒に